中華ゲーム機史上最大と言っても良いほど大ブームのミオミニ皆さん買いましたか？はいはい。ミオミニは初代ゲームボーイをそのまま手のひらサイズくらいに小さくして PS1 くらいまでなら遊べるスペックのエミュレータ機です。でもさ、あれって可愛いだけで遊ぶのには不向きだよね。そこでアンバーニックが出したのがこれ。どもども吉田です。今回からアシスタントをするポーチュギーズウォータードッグです。RG35XX はアンバーニック社が販売している RG シリーズのエミュレータ機で本端末 RG35XX をざっくり説明すると Linux をベースにした独自 OS3.5 インチ VGA でレトロゲームに最適 PS1 あたりまで動くゲームボーイポケットくらいのサイズ品質は良い安いちょっと大きいミオミニって感じかな？ざっくり言うとそういう感じではこんな感じで見ていきます。では開封しながら RG35XX について解説します。最近は中華ゲーム機も高いよね。そうそう中華ゲーム機もスペックアップで価格もアップしていて最新機種の RG505 が$150プラス送料くらいするのに対して今回の RG35XX は 2D レトロゲームが遊べれば良いというコンセプト多分で性能を抑えて$50プラス送料程度で販売されたのが本端末の大きな特徴。送料と為替の影響で9000円くらいになっていますがミオミニも現在では9000円くらいするのでまあ安いと言えるでしょう。6000円くらいで買えてた時代が懐かしすぎるぜ。よって本レビューではミオミニをメインの比較対象として出しながら進めていきます。ミオミニを知らない人はどうすればいいの？知らなくてもわかるようにはするけど先にそちらのレビュー動画を見るか調べるかしておいた方がわかりやすいかも。じゃあスペックを教えてくれ。RG35XX は CPU が開示されておらず不明でしたが PS1 くらいまでなら遊べる程度のスペックとのこと。またストレージはシステム用とデータ用の2つが搭載されています。カラーはグレー、クリアホワイト、クリアパープルの2種類。グレーは初代ゲームボーイっぽいカラーリングだね。箱はこちら、いつものシンプル線画デザインで側面にカラーの種類が書かれています。ではオープン。箱の中身はいつも通りの構成だね。内容物はこちら、本体、USB-C ケーブル、保護フィルム用クリーナー、保護ガラスフィルム、説明書です。保護フィルムが入ってるのは良いね。本体外観についてまず一番気になっていたのがサイズ感ですが、これは事前情報として上がっていたので大体想定通り、ミユミニよりは一回り大きい印象。一応片手で持てるし、小さいゲーム機ではあるけれど、超コンパクトってほどでもないね。縦型携帯ゲーム機としてちょうど良いサイズ感ではあります。同じアンバーニック製のエミュ機 RG280V とミオミニと並べてみると、RG35XX は大きく見えますが、この2台が極端に小さいだけです。本体形状は初代ゲームボーイで、サイズ感はゲームボーイポケットっぽい感じだね。ボタン配置に関しては見てわかる通り初代ゲームボーイっぽい設計で、右側に ABXY ボタン、左側に十字キー、中央上にメニューボタン、中央下にスタートセレクトボタン、ABXY ボタンはプルプルの光沢仕上げになっていて、斜めのスタートセレクトボタン、それも初代ゲームボーイを模したデザインですね。プラグ位置の問題か、それとも操作性を優先したのかはわかりませんが、左下部分が空白になっているのがバランス的に少し気になるね。本体背面には R1、R2、L1、L2 があり、上に製品情報がわかるステッカーが貼られています。左側面にはボリュームボタン、右側面には上から電源ボタン、リセットボタン、マイクロ SD スロット1、2と並んでいます。上側面にはミニ HDMI 端子、下側面には充電用の USB-C 端子、イヤホンジャックがあります。厚みは実測値で 19.8mm と若干厚めですが、サイズ比率的に特に気になりません。RG353VVS は 21mm だからちょっと薄めだね。操作性については少し大きめなだけあり、ミユミニと比べると遊び心地としては結構遊びやすいです。ボタン配置が全体的に上に寄っていて、なるべく左右のボタン十字キーが離れているので、親指が干渉しにくく、しっくりきます。でも持ち方によっては、左側の尖った部分が左手親指の付け根にちょうど刺さっていたい。慣れればなんとかなる。重量は実測値で 167g でした。軽いね。軽い。ボタン押し心地はガタつかず、安定感のある押し心地です。今回のボタンは光沢仕上げなので指触りがいつもと違い滑らかで、これはこれで気持ちいいですね。十字キーも安定感のある軸感しっかり目直し心地で、ちょっと斜め入力入りやすいかもと思いますが、この辺りは繊細なので若干の個体差はあるかもしれません。ショルダーボタンは RG353V と同様なカーブ型のものとなっていて、指に引っかかりやすく押しやすいものとなっています。押し心地は低音で鳴るクリック感。ミオミニよりも押しやすいがちじゃん。そもそも縦型ハードと LR ボタンの相性はかなり悪いので、この辺りはどの端末が自分と合うか許容できるかは色々使ってみないとわからないかも。個人的には LR ボタンをそこまで使うゲームを縦型ハードで使わないので、ミユミニくらいスッキリしていても良いかなと感じます。また、ワイはアクションゲームをたくさん遊びたいからこっちの方が好き。
画面については、輝度標準高めの液晶なので遊びやすく、VGA 解像度 640×480 なので、どのレトロゲームでも良い感じに表示させて遊ぶことができます。ブラウン管で遊べるゲームには相性良いよね。映像ではわかりにくいかもしれませんが、RG353M では不満だった液晶よりも明るく表示させることができます。353M もこの液晶にしてくれればよかったのに。液晶の表示や発色、視野角には特に問題なく、画面占有率の高い液晶でゲームを楽しむことができます。ベゼル幅なんか小さければ小さいほど良いよね。また液晶には 2.5D ガラス、つまりラウンドエッジ加工されたガラスが採用されていて、ふっくらと出っ張っています。これは好みによるだろうな。スピーカーはお世辞にも良いとは言えません。画面側にスピーカーがあるので、ダイレクトに聞こえてくるのは良いですが、高音強めで耳に刺さる音質です。良くも悪くもゲームボーイっぽい音質だね。試しに RG353M と比較してみると、こっちが RG35XX。ゲームボーイっぽさ。良いスピーカーでゲームを楽しみたい人は注意が必要かも。ところでこれ、どうやって遊ぶの？エミュレータで遊ぶためには原則、カートリッジリーダーなどのダンパーを使ってゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。PS1 だけを遊びたいって人は、DVD リーダープラス PC があればなんとかなるので、それが一番楽かも。他にも無料配布されているフリーソフトで遊ぶのも良いですね。なんかゲームが最初から入ってる気が。販売ストアや端末の種類によっては、ストレージ内にゲームイメージが含まれている場合がありますが、非合法なので削除してから使いましょう。所有していないゲームのコピーは違法なんで気をつけてね。なんで？遊べればいいじゃん。DS マジコンみたいに規制されて今後買えなくなってしまう可能性があるから、そこら辺はシビアに行きたい。こんなに面白いものが買えなくなるのは嫌だな。では早速、試しに持っているソフトの中で重めなクロノクロスを試してみましたが、特に処理落ちなど気にならず遊ぶことができました。デフォルトファームウェアでこれくらい動くってことは、限界突破したらもう少しいけそうな予感を感じるね。可能性を感じる性能感。ちなみにデフォルトで対応しているエミュレータは、ファミコン等の軽いレトロゲームからプレステ1までって感じ。縦型だから激しいアクションゲームは遊びにくいぜ。気軽にレトロな RPG をやるには結構適してそうだね。使い方はシンプルで、電源長押しで起動、終了も電源長押し、もしくはセティングスからシャトダウンを選択。メニュー画面の項目も少なくゲームを選択して起動するだけで、ボタンの組み合わせによるショートカットもありません。爆速起動、爆速終了できるのは最高。ゲームイメージの導入はマイクロ SD を PC に接続して、フォルダ名に対応するハードのデータを入れれば良いだけです。フォルダがない場合は TF にスロットに入れて起動すれば自動生成されます。メニュー画面はシンプルでサクサクとしていて直感的に操作できて初心者でも遊びやすい仕様の独自インターフェースですがカスタマイズ性は低いです。メニュー画面で設定できることは時間や明るさなどのシステム設定、ボタンのテスト、メニュー画面自体のデザイン変更くらいでゲーム画面のアスペクト比変更、シェーダ設定、早送りなどは不可能なのでエミュ独自の使い方をしたい方はカスタムファームウェアの導入を検討しましょう。全部フルスクリーンに引き伸ばされちゃうのが嫌だな。それはわかる。ゲームボーイとかはオリジナルの比率で遊びたい。公式アプデでアスペクト比変更できるようになったらしいから、今から手に入れる人はアプデ済みかも。メニュー画面の日本語化はセティングスから可能ですが、ちょっと緩い日本語なので、英語のまま使った方がわかりやすいです。ガバガバ翻訳最高。言うほどガバくない方だと思うよ。これでゲーム中にメニューボタンを押すと、ゲーム内メニューが開きます。できるのは中断セーブロード、画面表示変更くらい。中断セーブスロットは6個。画面の表示変更はこのようにシェーダーをつけることができて、特に何もなし。スキャンラインブラウン管風、HD 滑らかにするやつ、ドットマトリックスゲームボーイ風と、4種類変更できます。ゲームによっては適用されてるのかされてないのかわからないね。それは仕方なし。あとこれ、テレビに映すこともできます。ミニ HDMI ケーブルを接続すると、映像音声をモニターに出力することが可能で、有線コントローラーを接続すればまるで据え置き機のように使えます。ミオミニでは絶対にできないことなので、これは一つのアドバンテージですね。そもそもこういう携帯機をテレビに映す意味なくない？映したい人もおるやろ、多分。RG35XX はこれまでの中華ゲーム機では考えられないくらい操作性、ビルドクオリティが上がっていて古き良き中華ゲーム機のアップグレード版といった印象です。でも逆に言うと一度ハイスペックな RG353 シリーズなどを手にしてしまった人、ミユミニを気に入っている人は少し物足りないように感じるかもしれないね。有志によるカスタムファームウェアを導入すればカスタマイズ性は上がるかもしれませんが非常にシンプルな使い勝手、安い価格なのでこれから中華ゲーム機をデビューする人、ミオミニが小
さすぎて無理だった。けど縦型携帯ゲーム機欲しい人、RG353V は高いし、アナログスティックいらない人、クリアカラー好き人、アンバーニックを応援したい人には良さそうです。ミオミニの大きい版として作った感は大いにあるよね。確かにそう、ミオミニはずっと品薄なので、買うのを諦めてこっちを選択する人も多そうですね。個人的にはミオミニの方がいいな。おすすめ使用方法は、ゲームボーイなどの縦型ハードを遊ぶことですね。画面サイズが大きく、解像度も高いので、めっちゃグレードアップしたゲームボーイみたいな気持ちで遊ぶことができます。楽しいのでぜひ。この動画が良いと思ったら、チャンネル登録